プロシアの歴史21、30年戦争準備編その2、神聖ローマ帝国の歴史、アウグスブルクの平和からクサンテン条約まで。今回は30年戦争準備編その2として、前回同様、30年戦争がより分かりやすくなるような事柄に的を絞って、神聖ローマ帝国の歴史をアウグスブルクの平和からクサンテン条約まで振り返ってみようと思います。アウグスブルクの平和によって神聖ローマ帝国は一旦は平和を取り戻しました。ただそれはあくまで神聖ローマ帝国内に限った平和であって、フランスやイングランドとの対立が解消されたわけではありませんでした。新世界をめぐる争いはさらに激しさを増していました。なぜというなら、シュマルカルデン戦争でダメージを受けたとはいえ、ハプスブルクは未だスペインとオランダを手にしていました。ハプスブルクは次はフランスを、その次にはイングランドを、さらには新世界までをもと野望を抱き続けていたと思います。ハプスブルクが権力や富を独占しようとすればするほど、ハプスブルクと周囲の争いは範囲も規模も拡大していきました。この野望を実現するのにハプスブルクにとって鍵となったのは、オーストリア・オランダ、オーストリア・イタリア・スペイン、スペイン・オランダ、これらの地域を結びつける循環だったと思います。これらの地域内をどれだけ早く、どれだけ大量に人や物や資金や情報を還流させられるか、それがハプスブルクがヨーロッパを支配できるかどうかの鍵だったと考えます。イングランドやフランスは前回のような帝国選挙への立候補といった平和的手法ではなく、戦争を前提とした手法でハプスブルクの野望を阻止しようとしました。フランスは外交婚姻政策、イングランドは海賊行為によってオランダ建国の父、オレンジナッソーのウィリアム・ザ・サイレントを支援しました。こうして1568年、80年戦争、オランダ独立戦争が始まりました。スペインとオランダを結ぶ海路は、スペイン・ハプスブルク、イングランド・オランダ、どちらにとっても生命線だったと思います。1588年、アルマダの海戦でイングランドはスペインに勝利しました。ハプスブルクはスペインとオランダを結ぶ海路を失いました。フランスを包囲するハプスブルク循環の一部が崩れたわけです。そして1609年、80年戦争、オランダ独立戦争は12年間の休戦を迎えました。同じ年1609年、オランダの隣接地ユーリヒ・クレベスバーグでは後継者争いが起きました。ユーリヒ・クレベスバーグの後継者争いは、誰がユーリヒ・クレベスバーグを引き継ぐかで、ハプスブルクにすればオランダ独立の範囲を12年間の休戦のままに抑え込めるのか、さらに拡大されてしまうのか、オランダにすれば独立をさらに拡大できるか縮小させられるか、それが決まる問題でした。オランダ独立が拡大するか縮小するかは、イングランドにとっては自分たちが新世界を手にできるか、ハプスブルクに取られるかに関わってくる問題でした。12年間の休戦には、休戦期間中、オランダが西インド会社を設立するのを禁止する条項も含まれていました。フランスにとっては、オランダ独立の行方は、ライン川西岸を自分たちのものとできるかできないかに直結する問題でした。ジョン・シギスムンドとウルフガング・ウィルヘルムによる後継者争いを、両者による共同管理という妙案で決着させたオランダ、イングランド、フランスはしばしの猶予を得ることができました。もともとハプスブルクはシュマルカルデン戦争への対抗措置として、皇帝フェルディナンド一世の娘をユリヒ・クレベスバーグへ嫁入れさせていました。この結婚から生まれた2人の男子が、共に後継者を残すことなく創生してしまい、残されたのが嫁に出ていった娘たちだけになってしまったのが後継者争いの発端でした。娘たちの嫁ぎ先、ホーヘンゾーレンのジョン・シギスムンドとウィッテルスバッハ・ラインのウルフガング・ウィルヘルムによる後継者争いは、共同管理によって一旦は落ち着きましたが、
ハプスブルクにすれば、自分たちの庭先のような場所でのイングランドやフランスの自分たちへの断りなしの仲裁を見過ごすことはできなかったと思います。ハプスブルクによる対抗措置のような結婚がありました。ウルフガング・ウィルヘルムがウィッテルスバッハ・バイエルンの娘と結婚したのです。ウルフガング・ウィルヘルムの結婚相手の父親、ウィッテルスバッハ・バイエルンのマクシミリアン一世は、ハプスブルクと強い結びつきを持っていました。共同管理は破綻し、両者は争いを再燃させました。仮にウルフガング・ウィルヘルムがユーリヒ・クレベスバーグを単独で完全掌握することができたとします。ユーリヒ・クレベスバーグとプラハかウェッティンを結ぶ線を引ければ、オランダ、ヘッセカッセル、ウィッテルスバッハ、ハイデルベルクを結ぶオランダ独立を支援する南北線は分断され、オランダ独立は大きな危機を迎えたと思います。イングランドとフランスは慌てて再燃したこの争いを仲裁しました。それがクサンテン条約でした。繰り返しになりますが、クサンテン条約はあくまで両者を一時的な休戦へと導いた仲裁であって、その領土分割は飛び地入り混じりの一見して次の争いが予想されうるものでした。イングランドやフランスはクサンテン条約を引き金として、さらに大きな戦争を誘発させ、ヨーロッパのみならず、新世界までをも含めたパワーバランスの変更を意図していたのかもしれません。ハプスブルクに周囲を包囲されていたフランスにとっては、新世界よりも足元のヨーロッパにおいてハプスブルクの脅威を取り去ること、こちらの優先順位の方が高かったかもしれません。包囲のうちの一辺、スペインとオランダを結ぶ海路は、イングランドの海軍力によって取り払われました。とはいえ、未だ三方を敵に囲まれた格好のフランスにとって、神聖ローマ帝国、ハプスブルクの脅威はまだまだ大きなものだったろうと思います。フランスはこれを軍事力ではなく、外交力によって断ち切ろうと考えたのではないでしょうか。フランスが駆使した外交力、それこそが神聖ローマ帝国内外において頻発した内紛、戦争ではなかったのかという疑念を提示して話を終えようと思います。今回は以上です。ありがとうございました。